こちらでは、女子高校生、あさみの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、河原の街で恋をして。4月の始業式。春の風に髪を揺らしながら、愛知県高浜市にある高校の新しいクラス分けの名簿を見上げたあさみは、思わず声を漏らした。そこには、高原拓磨の文字があった。中学の頃からずっと胸の奥で思い続けてきた名前。偶然とは思えない奇跡に、あさみはその場で飛び跳ねたい気持ちを抑えるのに必死だった。クラスの席に座ると、すぐに視線の先に彼の横顔が見える。少し伸びた髪が額にかかり、落ち着いた雰囲気を漂わせている。胸の鼓動が速くなり、思わず目をそらす。同じ中学出身の友達が隣の席から小声で囁いた。ねえねえ、鮫島ちゃんってさ、高原くんのこと好きなんでしょ？違うって。真っ赤になって否定するけれど、友達はニヤニヤ笑うだけ。中学の時からあさみの気持ちは、周囲にはとっくにバレている。からかわれるたびに恥ずかしさで穴に入りたくなるけれど、その一方で応援してるからねと言われると、心が少し温かくなった。夏が近づくと、文化祭の準備が始まった。今年のテーマは、郷土の産業と文化。あさみのクラスは、高浜市の歴史と河原工業の発展を題材に動画を作ることになり、実行委員に選出されたあさみは、偶然にも高原を含むメンバー数人と一緒に作業することになった。放課後、みんなで高浜市焼き物の里、河原美術館に見学に行き、資料をまとめたり、地元の工場に取材に行ったりする日々。ここの工場、すごい歴史があるんだね。街のシンボルみたいな感じだよな。真剣にメモを取る高原の横顔に見とれながら、あさみはペンを落としそうになる。カメラで河原を撮影しているとき、彼と肩がふっと触れ合った瞬間は、思わず息を飲んだ。ごめん。大丈夫。そんな小さなやりとりの一つ一つが、胸を熱くしていく。迎えた文化祭当日。教室のスクリーンに映し出された映像は、工場での作業風景や街並みを丁寧に繋いだものだった。上映が終わり、観客から拍手が湧き起こると、クラス全員が一斉に笑顔になった。やったね。みんな頑張ったもんね。達成感に包まれる中で、あさみは隣に立つ高原をちらりと見た。彼は爽やかな笑顔で拍手を受け止めていて、その横顔を見ているだけでも胸が熱くなった。文化祭の片付けが終わると、実行委員でお疲れ様会と称してカラオケに行くことになった。数人が狭い部屋に集まり、賑やかにマイクを回す。流行のアイドルソングやアニメの主題歌が飛び交い、部屋は充実感と熱気に包まれていた。ただ、そんな熱気の中、あさみは手に汗を握りながら、周囲の盛り上がりを横目に必死でタイミングを探していた。ここで勇気を出さなきゃ、きっと後悔する。高原くん。自分でもわかる震える声だった。彼が不思議そうに振り返る。一緒に歌わない？一瞬、驚いたように目を瞬かせた後、高原はふっと笑った。いいよ、一緒に歌おう。マイクを握り、デュエットの曲が始まる。あさみの声は震えていたけれど、隣で彼が歌う声に合わせているうちに、不思議と心が落ち着いていった。二人の声が重なると、胸の奥からじんわりと温かさが広がる。歌い終えた瞬間、部屋中から大きな拍手が起きた。キャ、お似合い。カップルみたい。友達の冷やかしに、あさみの顔は耳まで真っ赤になった。けれど、その熱ささえも愛おしいと思えた。打ち上げが終わり、外に出ると夜風が頬を撫でていった。街灯の下を並んで歩きながら、あさみは胸の鼓動を必死に抑えていた。カラオケでの勇気の次は、本当の勇気を出す番だ。深呼吸をして立ち止まり、彼の名前を呼ぶ。高原くん。振り返った彼の瞳が、街灯に照らされてきらめいた。あさみはもう一度深呼吸して、唇を噛んだ。でも、言葉を絞り出せない。一瞬の沈黙。鮫島さん？どうかした？言うな。今、ずっと言えなかったこの思いを。
あさみはキュッと高原の目を見つめる。私ね、ずっと高原くんのことが好きでした。だから、私と付き合ってください。かすかに震えた声が夜空に溶けていくように広がっていた。しんと静まり返った一瞬、心臓の音だけが響く。高原は驚いたように目を見開いたまま、何も言わない。あさみは返事を待ちながら、ただ夜風に身を委ねた。その沈黙さえも甘くて苦しくて。でもこの瞬間は、青春の1ページに刻まれていくのを、彼女は確かに感じていた。さて、今回深掘りするのは短編小説「河原の町で恋をして」です。女子高生の恋愛がテーマの作品ですね。初々しくて純粋な恋心が伝わってきました。なんだか読んでいる私たちの心が甘酸っぱくなるようなお話でしたね。物語に出てくるあさみちゃん、彼女のプロフィールは16歳の高校生、カラオケが好きでちょっと小柄な女の子、とても等身大のキャラクターに感じました。そうですね。そして彼女が密かに思いを寄せる高原拓磨くん、実は中学の頃から好きだった彼と高校で同じクラスになったところから物語が始まります。この偶然の再会っていうのがまず胸キュンポイントですよね。恋愛心理学的にはこの偶然が非常に重要なんですよ。人は偶然の出来事に運命的な意味を見出しやすいんです。つまり彼が好きという前提があるからこそ、あらゆる出来事をポジティブに解釈してしまうんですね。なるほど、これは運命だって思うことで自分の中の好意がさらに強くなっていくと。そしてクラスで一緒になった彼の横顔を見つめるあさみちゃんを見て、友人から鮫島ちゃんって高原くんのこと好きなんでしょとからかわれたり、あさみちゃんは違うってと真っ赤な顔で否定するところも可愛いです。そうですね。淡くて切ない片思いのキュンキュンする感じが伝わってきます。そうなんです。そして物語は進み、文化祭を迎えます。注目すべきは文化祭の実行委員になったシーンです。なんとあさみちゃんと高原くんが実行委員に選ばれるんです。これもすごい偶然ですよね。でもあさみちゃんにしてみたら高原くんと一緒に過ごす時間が増えて嬉しいでしょうね。そうなんです。共通の目標に向かって協力し合うことで自然と接触機会が増えますよね。そして心の距離も近づきます。単純接触効果というんでしょうか。人は何度も顔を合わせる相手に好意を抱きやすくなるというものです。高浜市の河原美術館や工場でも取材、そして肩が触れ合う瞬間。あさみちゃんにとって一つ一つの出来事が特別な意味を持っていくのが手に取るようにわかります。特に肩が触れた瞬間の描写は秀逸です。思わず息を飲んだという表現から彼女のドキドキ感が伝わってきます。身体的な接触は言葉以上に相手の存在を強く意識させる効果がありますからね。そして物語のクライマックスは文化祭後のカラオケとその後の告白シーンです。カラオケでデュエットに誘うあさみちゃんの勇気、これは本当にすごいことですよね。はい、彼女は本当にドキドキしたでしょうね。周囲のクラスメートから2人お似合い、カップルみたいとからかわれたり、でも応援もされていたり、まさにこれも青春の1ページって感じですよね。はい、心理的な目線で見ると、カラオケというプライベートな空間で好きな人と2人で歌うというのは、ある意味自分の心を少しだけ相手に見せる行為です。これがその後の告白というより大きな自己開示へのステップになったのでしょう。なるほど。一見ただの遊びに見えるカラオケが告白への大切な準備期間だったと。そして夜の街灯の下、震える声で告白するあさみちゃん。あなたのことがずっと好きでした、私と付き合ってくださいって言いましたね。思い切った告白です。あさみちゃん頑張りました。はい。そして告白を聞いた高原くんは驚いて沈黙してしまいます。この沈黙もまた物語に深みを与えていますね。そうなんです。告白された側からすると一瞬時間は止まったような感覚に陥ります。恋愛の文脈ではこの沈黙はイエスでもノーでもないさまざまな感情が混じり合った最も豊かな時間なんです。聞いている私たちもあさみちゃんの胸の鼓動を一緒に感じてしまいます。そしてこの沈黙を甘くて苦くてと表現しているのが非常に印象的です。
この天に傘こそ青春の象徴ですよね。結果がどうなるかわからないからこそ、その瞬間が永遠に記憶に残ります。青春の1ページに刻まれていくという言葉が、この物語のすべてを物語っているように感じます。恋愛の成就だけが必ずしもハッピーエンドではないと、この告白の瞬間こそがあさみちゃんにとっての大きな成長であり、かけがえのない宝物だったのかもしれませんね。まさにその通りです。さて、今回は河原の街で恋をしてを題材に、少し心理学的な目線も交えながら、主人公のあさみちゃんの心の動きを追ってきました。物語の舞台になる愛知県高浜市は河原の街として有名ですね。作中にも出てきた河原美術館は実在するそうです。ぜひ一度訪れてみたいですね。そうですね。河原の美しい街並みを歩けば、この物語の情景が目に浮かぶかもしれません。さあ、本日はここまでとなります。皆さんの心にもこの河原の街での淡い恋が響いていたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございます。あさみのプロフィールはこちらです。カラオケが大好きな16歳の元気な高校生です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。